回でこのヤマトの YouTube が最終回ということで、終わらせんな雪降った日にね、なんかちょっととか言ってね、いい体験ができたと思うんだよね。違うバンパーどこのですか？走る直前にチェックランプとかついちゃってどうしようっつって OBD の診断機に差し込んで無理やりキャンセルして、なんかこうシャキンシャキンみたいな。こんにちは、ヤマトですっていう感じでですね、今日は愛車紹介をやっていこうと思うんですけれども、チャンネルコラボでございます。こちら、皆様もうご存知だと思うんでね、紹介いらないと思うんですけどね。今回でこのヤマトの YouTube が最終回ということで、終わらせんな最終回ゲストということでいただきました、石崎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかどうも久しぶりに車買ったということで、そうですね、しばらくなかったよね。なかったね、辛かったこれの前はね、赤い86乗ってましたけど、その前にね、シルバーの高めのインク乗ってて、雪降った日にね、なんかちょっとこれ言ってね、いい体験ができたと思うんだよね。そうだね。ちなみにその動画俺まだ持ってる。消そうというわけで、今日はですね、そんな、石崎チャンネルの石崎さんとですね、コラボをやっていこうというところでございます。で、彼の愛車がこちら RX8。これ前期後期どっち？ど前期久々に使う言葉なんですけど、フロントマスクだけ見てもね、ノーマルを探せ状態なんですけど、サーキット仕様です。サーキット仕様Twitter とかにもつくば走ってる動画とかも上げててね、何秒が出たんですか？1秒9が出たんだけど、その時ちょっと壊れてたからもうちょっと出るすごく安牌で見積もってコンマ3はいくと思う。この車両で、このいわゆるこう265サイズのタイヤで一番速いのが、1秒4ぐらいまで出てる。で295になると1秒2とかなんだけど、これ今この車は265仕様で、だから1秒あとコンマ5秒縮めればほぼそのノーマルエンジンの8のチューニングカーレコードみたいな感じなんだけど、ここまでは多分届かないと思うんだけど、1秒56ぐらいまでは狙えると思う。なるほどね。じゃあちょっとそんなやたら速いらしいこの石崎君の RX8 いろいろ見せてもらおうと思います。今日はじゃあ改めてよろしくお願いします。久々ですね、君にカメラを向けるのが。恥ずかしいまあじゃあちょっとね、いろいろ教えてもらおうと思うんですけど、まあもうフロントマスクがね全然別物になってるわけですよ。そうね、前回り全部違うなこれ。違う。バンパーどこのですか？バンパーはね、これレッグモータースポーツ。おお、広島の。はいリップもそうなのかなこれ。リップっていうか、まあ、いわゆるアンパネなんだけど、アライズモータースポーツってところで作ってて、形状が結構このアンパネってフラットなものが多いんだけど、これはその下の形状がこうマクラーレンと同じ整流するような形になっててっていうのを模したアンダーパネルなんで、フラットよりはちょっと整流効果あるんじゃねえかなみたいな。へえ、わかんないけどねこれあれだもんね、買った時からこの仕様っていうやつだよね。そうなんかこういじって変化がどうこうっていうわけではなく、そうだね、パーツ自体はそういじったのは本当足回りとかのセットぐらいかな。なるほどね。これあれなのかい、もともとどっかのデモカーとかだったのかい？デモカー、ユーザーデモカーみたいな感じかな。ショップのファンの人がずっと作ってたみたいな。そうなるほどね。何人かオーナーを渡って、俺のところに来たって感じ。いつ買ったんだっけ？11月ぐらい。おお、じゃあまだ半年経ってないのか。経ってない。でももうサーキットもガンガン走っちゃって、まあとりあえず走りたかったから、あとトラブル出たんだけど、めっちゃごまかしながら走る方を優先したわけね。走る直前にチェックランプとかついちゃってやべえっつってどうしようっつって OBD の診断機に差し込んで無理やりキャンセルしてそのまま走ったりだとかっていう結構めちゃくちゃなことやってた。いや君もガタピシ車乗ってるね。ガタピシ車って何ですか？まあでもね、年式的にもね、そういうことが起こってもおかしくないような年式の車だからね。で、まあアイラインもついてて、フェンダーも変わってて。そうね。これどこのやつですか？これもレッグ。ほとんどこうレッグのエアロがついてる。レッグとアライズのエアロでまとまってて、フェンダーはレッグのオーバーフェンダー、10ミリだけワイドになってるんだけど、これもレッグのフェンダーのダクトっていうのかな。ついてて、俺的にはこれかっこいいなと思って。いや、めっちゃかっこいいと思う。あるとなしで結構印象変わると思うんだよね。
8の前期ってさ結構優しい顔してるイメージがあるのよね。ただまあこの子ねバンパーも変わってノーズもちょっと伸びてるような感じになってるし、アイラインで釣り目になってるしで、これがついてるとより釣り目感は出るね。そうなんだよね。性能もそうだけど、見た目も素直にかっこいい。つくばぐらいの車速だと、コンマ何秒変わるのって言われたら分かんないけど、富士とかねもっとスピードが上がってったら、もっと変わるんじゃないかなっていうパーツ。とにかく見た目がかっこいい。いやこれね送ってきてくれたじゃん、なんかこれから帰るんやみたいな、あの写真見た時になんか久しぶりにかっこいい車買ってると思って。でしょ、前の2台はさ見た目ノーマルだったじゃん。そうだね。だよね。ボンネットもレッグなのかい？これボンネットはアライズなの。あ、そうなんだ、このボンネットかっこいいね。真ん中にもダクトあるし、なんかね、このボンネット試作第1号かなんかなんだよね。軽装ボンネット。これの純正ベースに FRP が乗っかってるの。これ純正ボンネット切ってるってこと？純正切ってあるの。へえ、すごっ。こういうタイプ結構あるらしいんだけど、これはそういうタイプだよね。へえ、面白。だからそういった意味だとちょっと骨組みがある分若干重いとは思う。普通の FRP とかよりね。そうそうそう、カーボンとかと比べると薄っぺらいところしか変わってないから、重たい部分っていうのはノーマルと一緒だから、軽量化って意味だとそこまであんまり軽量化してないんじゃねえかなとは思うね。こんなとこにもダクトついてんだ。この斜めに抜くっていうのはすごく効くらしい。その冷却的な意味で耐熱効果としてここよりもここに置いとくと効くっていうのを聞いたことがある、ロータリーはとにかく熱が高いからボンネットの排熱っていうのはマストになってくるのかなって感じがする。なるほどね。フェンダー上から見た時もそうだったけど、横から見るとすごい形してるな。レーシングカーだね。ここにもダクトあるんだね。だから本当にこのフェンダー内の空気を抜いてくれるっていうところだよね、そうだよね、でまたこの下がえぐれてるからさ、タイヤのパターン見えてかっこいいね。これ履いてるホイールが F1？ そう RPF1 円形ってやつですね。そうみんな大好き RPF1 かっこいいな。これいくつだ？ 18？18 か。18の9半かな、9半の J。 オフセットがいつも忘れるんだけど10か15まあオフセットちゃんと覚えてないよねみんなねこれかっこいいな。この見え方最高だな。で265サイズなんだね。26535の18と。パッドがオレンジ色ですね。昔初音ミクで GT ではいありましたね、グラッドレーシング。あれなんだけど、結構いいの。へえ。グラッドの ZR1 っていうモデルで俺の動画でも紹介したんだけど、この車には強すぎるのよ。止まりすぎちゃうの？そう、もっとエボとかインプとか GTR みたいなくてパワーのある車用のパッドなんだけど、急ぎで入れたからそれしかなくて仕方なく使ったって感じなんだけど、サーキットだと結構いい。だから街乗りはすげえなくし、ブレーキ踏むとさ、パッドとローターがスルスルスルって擦れるところからこうグーって制動がかかっていくわけなんだけど、スル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 からクッて入れるとカクンって効く。中間がいないって感じなんだ。そうだから本当はこれよりもうちょっと下のブレードのパッドをつけたいなとは思ってる。でサイドステップも変わってますよと。これがアライズのサイドステップ、なんか見た目はおとなしいね。そんなに攻めた感じではない。なんかボルテックスみたいなねじれ込んだ感じではないけれども、こう車高下がって見えるし。そうだね、下方延長がそこそこあんのかな。はめ殺してるこんなカーボンの板くっつけちゃって。元から変わってたんだよ。ここはほらガラスなんだけど、多分そのガラス分を軽くしたかったんだろうね。ただね、これねやっぱこうちょっとこう見えなくなるのよ。純正がY の字の道路で右斜め合流する時とかはちょっと気使う。やっぱそこがないだけで違うよってことだね。でも慣れの範疇だとは思うんだけど、こういうところを街乗りする人はノーマルの方がいいよね。オーバーフェンダーもついてますと。これもレッグの。これなんかこの後ろの処理面白いね。ここもこれだってフェンダーでしょ。その純正のボディラインに合わせたフェンダーってことなんだ。急にケツ上がりみたいなデザインでかっこいいなこれ。オーバーフェンダーってやっぱね、こっから下ろしてくるイメージじゃない。大体よくあるのは。ノーマルだ。どうなんだろうね。いやでもこれわかんないね俺は今何が分かんないのか分かんなかったよ一瞬。けったいな羽がついてますね。波形紙でけえ効くよー。これ1個ワンクリック変えただけで全然違う車になる。特に最終コーナー 80R とかも効いてるとは思うんだけど、車ってトータルバランスだと思うんだけど、羽だけで触ろうとするともうアンダーとオーバーが1段階ですごい車のキャラクターが変わるぐらい、すごくその運動性能に影響してくるところだと思う。この翼端板とかかっこいいな。確かに
それ前が上がってんだね。そうそう、結構さこうポイってウイングとか多いと思うんだけど、うんうんこれなんかこうシャキンシャキンシャキンみたいな擬音の癖よSE つけなきゃここのシャキンシャキンがかっこいいと思うんだよね。ステイがさ、いろんなステイあると思うんだけど、はいはい、俺この形状が好きそれはなんで？やっぱりここがシャキンシャキンシャキンってなってて好みだけどね。そうね、いろんなタイプあると思うけど、結構このボルテックスのステイが好きです。デザイン性高いステイとかも多いけど、これなんか機能美でかっこいいみたいな感じだよね。結構頑丈だね。全然たわまない。結構この取り付け部が骨の硬いところにつけてあるみたいで、500キロぐらい出してもジェットエンジンでも積むのサーキットとかで使うぐらいでは問題ないですね。トランクはまあノーマルのトランクなんだよね。あ、これねカーボン変わってるの。お、そうなんだ。へえ、カーボントランクなのね。なんかこう見えないところにお金がかかってますね。テールランプがちょっとスモークがかかってる。越後屋っていうところらしいんだけど、後期仕様の丸型になってる。前期ってこう丸入ってちょんみたいなそれドラえもんやそう丸入ってちょんブレーキランプで、はいはいはい、前期も好きなんだけど、ロータリーあるじゃん。はいはいはい、後期丸型ライト。そうね、せっかく変わってるしベタなチューニングでいいんじゃねえのかなって感じ。なるほどね。でもこれかっこいいっすね。リアビュー僕すごい好きですよこの車。チリ好きだもんね山。チリ好きだもんね山。そうなんですよ。車もね女子もお尻が大好きでね何を言わせんだいマフラーがフラールイアメミヤのフルチタン。フルチタン、あらいい音しそうね。何がいいってね、アイドリング静か。回すといい音するし、ちょっと休憩したいなって時とかでも割と静かっちゃ静か。まあ確かにマフラー変わってる感はあるんだけど、下手なレシプロより静かなんじゃねえかなっていう感じはあるよね。ステッカーはこれ前回レーシングってシミュレーター屋さん。シミュレーター屋さん。レーシングシミュレーターなんだけど、メルセデスとか、鈴鹿市役所とかで F1 体験とかメーカー絡みで使われるぐらいセッティングが出てるって言えばいいのかな。メルセデスミーっていう羽田とかにあるんだけど、メルセデスのショップっていうのかな、アイテムを売ってるショップとかでメルセデスの車両、F1 から AMG からシミュレーターとして体験できますよっていうイベントとかで店舗に置いてあったりするシミュレーター屋さんで、そうちょっと僕もレーシングシミュレーター絡ましてもらってるんだけど、結局シミュレーターもデータのセッティングっていうのがすっごい大切なの。もちろん車も実車もそうだけど、車の挙動をどういう風に表現するかっていうのがすごい大切なんだけど、そこがすごく煮詰まったセットを出している。そのフォーミュラ系とかが多かったりするんだけど、ツーリングカーとか GT マシンとか GT3 マシンかとかもデータもあるんだけど、すごくその実車に近くて、こう前回レーシングの YouTube とか見てもらえると松田次夫さんとか結構実車と同じようなタイムとか出てたりとかして、お付き合いがあるからっていうのはあれだけど、いいんじゃないですかシミュレーターとして。なるほど。じゃあちょっとね概要欄に貼っとくんで皆様チェックしていただければと思います。じゃあ車内行こうか。はい、というわけで車内チェック友達と撮ってるってやつだな本当に。でも中もなんかやる気な感じですね。いろんなものがないね。ないのよ。こんなところとかも全部剥がれちゃってますけど、やっぱサーキット走るから軽量のために内張りは来た時からなかったからねもうどうしようもないよねってやつね。まあ気合入ってるし、まあここ見るとねボディカラーが青だったっていうのはよくわかりますね。でも中はシンプルなのかな。そうだね。一応こうドア内張りないでしょ。なんだってわカーボンの板切れやんか。あらドアノブの付け方というか宙に浮いてる。本来はね周りにパネルがいますからね。ここねウィンドウのスイッチがここに来てますすごいとこにいるな。これが一応バックモニターなんだよね。俺はあんま使ってないけど、一応後ろが見えるモニター。はいはいはい。8ってね後方視野あんま良くないのよ。あ、そうなんだ。見てもらえると分かるけど、
あんま見えないのよね。ああ狭いかもねリアウィンドウが。そうウィンドウの関係で、うんだから多分前のオーナーさんがつけたんだと思う。こういうねサーキットガンガン系って内張りもそうだけどこの辺のパネルとかもぶった切ってあったりとかしてもはや車なのかっていうの多いけどこれはちゃんと車の形してますねここら辺はね。ここら辺はねって。でもサーキットガンガン系といってもここまでとかはやんなくていいんじゃないかなって思うよ。ノーマルがいいと思うもんだってそんなね振り切ってるわけではないから。もちろんデートにも使いたいしみたいなことだよね。だからちょっとここら辺に関してはうん個人的にはやりすぎてる感じ、利便性を残しておいた方がいいと思う。 120% 同意見ですね。昔の車でここまでやってるからこの世界を知ってるからもういいやってやつもう満足してますっつってね。運転席だけがバケットになってんのかこれ。レカロの SPG とか TSG とか、うん RSG とか、全部言ったねいわゆるこうレカロのフルバケが入ってる。っていうことですねハンドルはワークスベルので取れてますよと、んどんなハンドルがついてるんだいじゃん。おそうそれもね前回レーシングのへえこんなオリジナルの出してるんですね。要はシミュレーターのパーツとかEC やってんのよ。だからオリジナルでハンドルとか外国製のペダルだとかそういうものを通販で売ってたりするんだけどそのハンドルを使ってるって感じ。でもバックスキンでねうん入れやすくていいのよ。なんかね今ちょっと持った感じもそんな感じ。あれか君は足が長いから足に合わせるとハンドルが結構ディープじゃないとそれもあるけど結構やっぱりステアリングを一発でどこまで切れるかっていうの大切だと思うんだよね。遠くにやると切れないのよ、手前に来ると切れるのね。こう攻めてって、うんこう急に例えばレーがパーンって流れた時とかに一発のカウンターでどこまでリカバリーできるかっていうところをうんちょっと重視というか大事にしてるんだね気持ち的には大切にしてるって感じかな気持ち的には言葉選びすぎて分からんことになっとる。本当はさうんそんなケツ出さないのが正解なのよ。練習がない状態でアタック一発決めない時とかってギャンブルで踏んでいかなきゃいけない時とかは出ちゃったりするんだよね。そういう時とかにリカバリーの懐を広くしといてあげるといいかなって僕は思います。なるほどね、なんかほんと普段飲んでる時はバカな話しかしないのにこういう時だけは真面目な顔すんだよな。何のことかなもう飲み会のところとか映したいもんね。最近飲んでないね。最近飲んでないね時世のあれでねえこのスイッチは何ぞそれミサイル発射するやつだからさ急にボケなくていいんだよ前にこう速い車いた時にこううんってやってジュドーンってやるわけではなくて、うんそうだねバックフォグがついてたのいらねえかなと思って、うんバンパーごと切っちゃったからおお何のスイッチでもないなるほどね飾りになっちゃったのね飾りのスイッチです。これ大切でしょ芳香剤チューンいやこの見た目の車で言われても久しぶりに車買ってオートバックス行ったら買っちゃうよねいやわかんねえなでさこれ多分いろんな人経験あると思うんだけど、はい芳香剤コーナーでさ、うんいろんなの嗅ぐじゃん、うん分かんなくなんだよねそうだね鼻麻痺って僕はねファブリーズぐらいしかつけたことないんでねあそうはいいいよ芳香剤そうですか、芳香剤つけとかないと、うん今この車ちょっとデフオイル漏れてんの車内がオイル癖んだなるほどねおいにーとの戦いなわけねそう今週直すんだけどねああそうなんだね芳香剤チューンもしつつ、まあこういうところにねさっきと走る人はやっぱね追加メーターもありますよねねデフィーかねこれデフィ温度がどう変化していくのかっていうのを視認した上で車の動態変化として理解できるとそれはそれで面白いと思うからおすすめっちゃおすすめだし油圧とかがさエンジンブローしたりするとパツンと落ちたりするんだよ、はい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 そういうのの確認とかでも、うんこうサーキット走る人はいいんじゃないかな。だって富士のストレートバーンって走ってて、うんいきなり油圧がパツンって落ちたりすると、うんもう、オイルの配管が抜けてってとか、はい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 でそれ気づかずに踏んでたらエンジンブローしちゃうよみたいな状況で、うんこの油圧のアラームか、うんうんなったりすると、わーってなって、はいはいはいエンジンブローを未然に防げるっていうのは大井さんのチャンネルで大井さんが言ってたまあ特にね走る人はそうだよね車の状態をきちんと理解してないと危険が危ないですからねドラえもんのセリフだそれでねドラえもんって出てくる人の方が少ないのよパラレル最遊記もうねタイトルまで出ないのよ普通大長編のはい
さっきも一回いたけど会長、あらなんか GT マシンよろしく金色のテープいっぱい貼ってありますね。貼ってあるだけでほとんどノーマルなんだけどね。あ、そうなの？まあ仕様としては基本ノーマル。ノーマルで、エンジンはレッグでバランス取ってオーバーホールしてあるみたいです。まあだからっつって直線がめっちゃ速いってわけでもないんだけど、まあ指導性もいいし、バッテリーがもうだいぶ汚ねえのに指導性がいいってことは圧縮は担保されてるんじゃないかなっていう。確かにバッテリー汚ねえなバッテリーも汚ねえしバッテリーステーも汚ねえな。そろそろ変えないとやばそうな感じなんだけどね。そうだね、一応カオスなんだね。カオス。これはクスコかなんかのタワーバーが入ってるのかな。そうだね。に足がオリンズおおの仕様変更したスーパーオリンズってやつらしい。どういうような仕様なんでしょう。サーキット仕様じゃない。俺昔インプレッサーの時にアジュールのスーパーオーリンズって使ってたんだけど、そこで同じように前のどこかのオーナーさんが仕様変更してて、まあ多分仕様遍歴的にもサーキット仕様だと思う。ほんでこのボックスがこれもアメミヤのエアクリーナーボックス、でここがガラ空きになってるけど、ここにもともとバッテリーがいるんだよね。そうそれを移設して重量物を後ろの方に持ってってると。駅マニとかも変わってんの？駅マニもアメミヤかな。じゃあもう旧排気アメミヤ仕様って感じなんだね。そうだね。あとはまあこういうところにね、クスコだよね多分この板。そう、はいはいはい。暇だからガムテープ貼ってたんだけど暇だからってよく分からんけど、まあね塞いであげた方がいいんでしょうね。変わんないっしょはい、というわけで、石崎くんのですねこちらの RX8 を見せていただきました。いやー結構いろいろやってますね。まあ買ってきたまんまだけどねまあでもチューニングカーってある意味出来合いを買うのは正解っちゃ正解ですからね。度合いによると思う。こあこまでやってるのは人にはおすすめしない、やっぱりねこう腹くくって買う分にはいいけど、どんなトラブル出るかわかんないから、あんまりこの初心者の人とかはやめとけって感じまあ要は分別のあるその走ってるような人でちゃんと判断できる人だったらこういう車買うのも一応ありっちゃありかな、っていうことですかね。まあこんな感じですけど、石崎君も YouTube は結構最近また動き出したっぽい。やっとやり始めた。いやさ、ほんと聞いて、編集の人が3人ぐらい飛んだり倒れたりしたマジで。まあでもこれから動き出すということで、そうね、チューニングカー中心で結構石崎チャンネル。そうね、うちはやっぱチューニングカーとか走ってる系だとか、そっち専門にがいいかなと思ってる。君はね走る人だしね、やっぱねこう改造車好きだし、速くするためのこのチューニングっていうのかな、カスタムっていうよりこうチューニング要素がある車が好きだね。ぜひ石崎チャンネル概要欄に貼っておくんで見に行ってもらえたらと思います。ください。で今回コラボでね石崎チャンネルでも、僕の出演している動画が上がるので、そちらの動画もね概要欄に載せておくのでみんなぜひチェックしてみてください。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。飲み行くか。飲み行こうか。12時だけど。チャンネル登録と高評価を